スイカと花火と怪獣です。分裂してみました。ただーん、N子だよ。最近暑いですね。日本はもうすっかり夏です。日本の夏の風物詩に欠かせないものといえば、そう、スイカと花火と怪獣です。というわけで、今私が語りたくて仕方がない作品はこちら、パシフィックリム、暗黒の大陸です。シリーズ1作目となる映画パシフィックリムは2013年にギレルモ・デル・トロ監督により作られた巨大ロボット対巨大怪獣を描いたハリウッド大作。デルトロ監督といえば幼い頃から鉄人28号やマジンガー Z、ウルトラマン、ゴジラを見て育ち、日本カルチャーにも造形が深いことでも有名なハリウッドの巨匠ですよね。そんなデルトロ監督により日本の巨大ロボットアニメと怪獣特撮映画のエッセンスがギュッと詰め込まれたのがパシフィックリム。日本のロボットアニメファンや怪獣映画ファンも熱狂させた作品でした。巨大ロボットであるイエーガーはすっごくかっこいいですし、ロケットパンチも発射するんです。あと、敵の巨大生物もモンスターではなく日本語読みの怪獣が作品世界の共通語として使われていたり、作品細部にも日本カルチャーへのリスペクトがあって、一アニメファンとしてなんだか誇らしくなりましたね。2018年には続編となる映画第2作目パシフィックリムアップライジングが公開され、今回紹介するパシフィックリム暗黒の大陸はアップライジングの続編となるシリーズ3作目になるんです。今回は実写映画ではなくアニメーション作品となっており、2021年3月よりネットフリックスで独占配信中です。制作はアメリカのレジェンダリーピクチャーズとゴジラ、怪獣惑星などを手掛けた日本のポリゴンピクチャーズによる日米合作作品。実写版の魅力を継承しながらも CG アニメーションならではの迫力ある作品に仕上がっています。まずはあらすじの紹介と合わせてパシフィックリムの世界観をおさらいしていきましょう。舞台は映画2作目であるパシフィックリムアップライジングより数年後のオーストラリア大陸です。主人公はヘイリー・トラビスとテイラー・トラビスの兄弟。幼い頃怪獣の襲撃に遭いますが、イエーガーパイロットである両親の助けもあり、なんとか逃げ延びます。しかしオーストラリア大陸から脱出は叶わず、救助を呼びに行った両親も戻らないまま5年が経過。成長したトラビス兄弟は逃げ延びた人々と共に村を築きながら、いつ来るともしれない怪獣の恐怖に怯える日々を過ごしていました。そんな中、妹のテイラーが放棄された基地内で旧型の訓練用イエーガーアトラスデストロイヤーを発見。テイラーはアトラスデストロイヤーの起動に成功しますが、これが凶悪な怪獣コッパーヘッドを呼び寄せてしまうことに。コッパーヘッドは数々のイエーガーも破壊してきた別名、イエーガーブレーカーと呼ばれるカテゴリー4の怪獣です。対するアトラスデストロイヤーは訓練用なので武器は非搭載。いきなりピンチに陥りますが、アトラスデストロイヤーに搭載されている AI ロアの起点により、なんとかコッパーヘッドを退けることに辛くも成功します。しかし村は全滅。トラビス兄弟は大勢の仲間や友人を失ってしまいます。大切な人と場所を失った兄弟は5年前に救助を呼びに行ったきり戻らない両親を探し、アトラスデストロイヤーと共に怪獣の闊歩する無法地帯へと旅立っていくのです。そうですね。
N 子はその実写版のパシフィックリムも見てますし、今回のアニメーションに関してもすごく同じ世界観が実写からアニメーションに変わる工程がまずすごく興味深いなと思いましたし、イエーガーはすごくかっこよくて、ペアになってそのイエーガーを2人で1つになって操作するところがパシフィックリムの醍醐味の設定なのかなって思います。さて、パシフィックリムの世界観の中でもイエーガーや怪獣と並んでとっても大事な要素になるのがドリフト。パシフィックリム暗黒の大陸ではこのドリフトが大きく物語に関わってくるので、しっかりと理解しておくと作品もより楽しめますよ。ドリフトはちょっと難しい設定なので、私なりにできるだけわかりやすく解説しますね。ドリフトというのは2名のパイロットがイエーガーとシンクロする際に行う神経接続プロセスのこと。イエーガーはレバーなどを使って操縦するのではなく、パイロットの動きとシンクロして操縦します。イエーガーは巨大で人間一人では負担が大きくうまく動かせません。なので2名のパイロットが必要になり、2人の脳をシンクロさせて2つの脳を1つの脳のようにしてイエーガーを動かしているのです。と言っても分かりづらいですよね。そうだ。ダダーン !NA 子だよ。ダダーン !NB 子だよ。分裂してみました。イエーイ！それでは私たちでドリフトをやってみますね。こんな感じで2人の動きがシンクロします。そして2人の動きに合わせてイエーガーが動くので、例えば走れば、ジャンプすれば、パンチを繰り出せば、ただしイエーガーがダメージを受ければ、パイロットである私たちもダメージを受けてしまうのです。そして脳がシンクロするということは気持ちまでも伝わってしまうということ。つまり思っていることはそのままシンクロ相手。ダイレクトに気持ちが伝わってきます。気持ちがつながっているからこそ動きをシンクロすることができるのですが、逆を言えば隠し事もできないということ。つまりそっとしまっておきたい思い出もバレてしまうということですね。こうなるとイエーガーをうまく動かすことができません。なのでイエーガーパイロット同士の信頼関係はとっても大切になるのです。パシフィックリム暗黒の大陸はドリフトから生み出される様々な人間ドラマも魅力的な作品となっています。巨大ロボット vs 巨大怪獣のバトルも最高に楽しいんですが、ドリフトにもぜひ注目してみてくださいね。さて、ここまでパシフィックリム暗黒の大陸について紹介してきました。この作品に興味を持ったっていうそこのあなた、もっとたくさんのロボット&怪獣アニメが見たいですよね。ですよね。そんなあなたに私がおすすめするとっておきのアニメをご紹介します。まずはアニメーション映画ゴジラ、通称アニゴジ。脚本・ストーリー原案は魔法少女まどかマギカや
サイコパスを手掛けた室伏源さん。アニメーション制作はパシフィックリム暗黒の大陸も手掛けたポリゴンピクチャーズです。怪獣惑星決戦軌道増殖都市星を食うものの3部作となっており、シリーズ最強とも言われる究極のゴジラと人類との壮絶な戦いが描かれた作品となっています。さらにゴジラのアニメといえば、ネットフリックスでも2021年より独占配信が始まったゴジラシンギュラーポイントも要チェックですね。芥川賞作家でもある円城東さんがシリーズ構成と脚本を務めた本作。他のゴジラシリーズにはない全く新しい世界観と重厚な SF 設定が楽しめる作品となっています。斬新なゴジラシリーズですが、新しい中にもラドン、アンギラス、マンダ、往年のスター怪獣も次々と登場。さらに昭和ゴジラファンならご存知のロボット、ジェットジャガーも大活躍していますよ。また、特撮、ロボット、怪獣といえば、こちらの作品は外せませんよね。グリッドマン。つぶらや特撮ドラマである電光超人グリッドマンの設定を大胆にアレンジしアニメ化した本作。制作は天元突破グレン・ラガンなどで知られるガイナックスの元メンバーが設立したトリガー。さらに CGI モーションディレクターは超時空要塞マクロスで板のサーカスとも言われる映像表現を確立したアニメーター板野一郎さんが参加。さらに2021年3月からはグリッドマンシリーズ2作目となるダイナゼノンも日本のネットフリックスで配信中です。ダイナゼノンは特撮版電光超人グリッドマンにも登場する恐竜型サポートロボットダイナドラゴンをモチーフにしたオリジナルロボット。往年の合体ロボットアニメのようなデザインとなっていて、めちゃくちゃかっこいいんです。まだ見ていない人は今すぐ日本のネットフリックスでダイナゼノンと検索してくださいね。暑い日はまだまだ続きそうですが、さらに暑い巨大ロボット vs 巨大怪獣アニメをネットフリックスで見て、夏の暑さを吹き飛ばしてしまいましょう。感想などコメントしてくれると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょうね。それじゃあ、またねー。